こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車から発売が開始されたカローラ初の SUV タイプのカローラクロス、こちらの内外装紹介を行います。それではご覧ください。こちらご覧いただいているのが、今回紹介する展示車の仕様となっております。グレードはハイブリッドの Z、パワートレーンが 1.8 リッターの直列4気筒のエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドであり、駆動方式としては前輪駆動の車両となっております。外反色はシルバーメタリック、内装色はブラックのシートとなっており、車両本体価格が299万円。加えてご覧のオプションが装備されている状態となっていました。続いてカラーバリエーション、グレード構成、パワートレーンについて詳しく紹介します。まずはカラーバリエーションについてです。カローラクロスの外反色には、プラチナホワイトパールマイカ、セメントグレーメタリック、シルバーメタリック、アティチュードブラックマイカ、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン、センシャルレッドマイカ、アバンギャルドブロンズメタリック、ダークブルーマイカメタリック、以上8色が設定されています。昨今流行りのツートンカラーの設定などはありませんでしたが、グレー系の落ち着いた配色が多く設定されており、SUV らしい色合いのカラーが多い印象です。外反色に対して内装色に関しては、これから紹介するブラックの1色しか設定されておらず、SUV らしいアクティブな色合いが設定されても良いのではと思いました。カローラらしいといえばそうなんですけれども、少し残念です。続いてグレード構成についてです。カローラクロスに設定されているグレードは、ハイブリッド仕様に3グレード、ガソリン仕様に4グレード設定されており、それぞれの車両価格をまとめてみました。この中で最も安価なグレードが G の X グレードとなっており、約199万円からとかなりの戦略価格となっています。ライバル車両である、ホンダのベゼルの車両価格が227万円からとなっているため、思い切った価格設定であることがわかります。ただ G の X グレードはエントリーグレードに位置づけられているため、装備がかなり簡略化されており、実際の購入対象になるのは G グレード以上になるかと思います。そこで G グレード以下では装備できないオプションをこちらにまとめてみました。ご覧いただいてわかるように、トヨタセーフティーセンスなどの予防安全系の装備などは全グレードで標準装備となっているため、安全性や走行性能に関する装備面で上級グレードに劣る面はなく、元々の装備が充実した車両であることがわかります。あとは9インチのディスプレイやパノラミックビューモニター、かっこいいライト形状などが欲しいとなれば上空グレードを選ぶ必要がありますが、 G グレードを選んだとしても車としての魅力が大きく損なわれることはないかと思いますので、車に使うべきワードかは分かりませんが、コスパに優れた車であると言えます。続いてパワートレーンについてです。カローラクロスのパワートレーンは基本的にカローラツーリングと同様に3種類のバリエーションがあり、1.8 リッター直列4気筒ガソリンエンジン前輪駆動の仕様と、それにモーターを組み合わせたハイブリッド、さらにリアモーターを組み合わせた4輪駆動の仕様があります。SUV タイプのため、上述の車両に対して最も重量が重いので、走行性能が少し心配ではありますが、街乗りで不満に感じることはないんじゃないかなと思います。現行プリウス以降の THE システムはかなりモーター比数が強力なんで、はい。気になる燃費についてですが、カローラクロスの最高燃費は、ハイブリッドの前輪駆動仕様で 26.6km パーリッターとなっています。これは CHR やベゼルの最高燃費を上回っており、SUV でありながらこの燃費は驚異的ですね。意外にもカローラクロスの方が CHR よりも 30kg ほど車重が軽く、その分が効いていると思われます。ただ、この分だとデザインが好みでない限り、CHR の販売台数が減ってしまいそうな気がします。最近のトヨタの SUV ラインナップの過密具合は異常ですね。外観紹介を行っていきます。今回のカローラクロスの外観は、すでに海外で発売されているフロントフェイスと異なり、日本仕様の顔となっています。特徴的なのは、仮面に向かって広がっていく台形のグリルが、その他のトヨタ製と共通性を感じます。というかかなり CHR に似ている印象です。パワートレーンの際にも話しましたが、SUV のラインナップが被り気味なので、RAV4 の海外版のフロントフェイスの方が良かったのではと思います。私的にはこちらの方のグリルの方が好みなんですけれども、はい。
このグリルの囲いの部分はシルバーの外反色では分かりづらいですが、ボディ色とは異なる塗り分けがされており、この辺りは新型のアクアとも共通性が持たされています。アクアの内外装紹介も実施していますので、よろしければご覧ください。そしてこの切れ長のヘッドライトですね。こちらはマイナーチェンジ前の CHR のライトと少し似ている印象を受けました。後ほどライトチェックでお見せしますが、こちらはシーケンシャルとなっており、シームレスというよりは、このライトユニットが一つ一つ光って流れていくようになっており、光り方がはっきりしているので、SUV のデザインには合っているように感じました。ただし、こちらのライトは Z グレードのみの装着可能であるため注意です。ボディサイズに回り込んできました。カローラクロスのボディサイズは、全長が 4490mm、全幅が 1825mm、全高が 1620mm、オイルベースが 2640mm となっています。こちらの数字も CHR と比較すると、全長がプラス 100mm、全幅がプラス 30mm、全高がプラス 70mm と一回り大きくなっています。なので CHR のボディは小さい。でもその上の RAV4 となると全幅が 1865mm もあり、マンションの機械式駐車場に入らなかったり、そもそもの取り回しが難しいという不満点があったのかもしれません。カローラクロスの場合、全幅が 1850mm 以下であることから、機械式駐車場に入れることができたり、最小鑑定半径が 5.2m と RAV4 より 30cm 小さいため、両日の不満点の払拭にはベストな選択肢かもしれません。実はトヨタの販売戦略は超優秀かもしれませんね。意見が2点3点してしまってすいません。サイドのデザインとしては、典型的なスクエアな SUV らしいデザインであると言えます。フロントのフェンダーとリアのフェンダーがそれぞれ膨らんでおり、タイヤ周りが強調されることで力強い印象を持たせています。また、ルーフの内因が垂れ下がることなく後端まで流れており、リアガラスの面積が広く取られているため、運転中の死角少なく、後席の快適性も高いことが予想できます。その他にも SUV の定番ですが、フェンダー周りやボディサイドに樹脂パーツが使われており、SUV のお手本っぽいデザインをしていますね。プラスアルファのおしゃれポイントとしては、こちらにカローラクロスのロゴが追加されています。ちょっとしたことですが、こだわりを感じます。邪推すると、このメッキパーツを境に年次改良でツートン仕様などが追加されそうですね。ホイールは Z グレードの場合、全5同サイズの 225-50R18 インチとなっており、S、G グレードはそれぞれ17インチのホイールとなります。デザインかっこいいですし、ミシュラのタイヤを履いているのが珍しい気がします。また試乗して乗り心地確かめてみたいです。ちなみにホイールハウス内の防音処理はしっかり実施されている感じはなく、樹脂パーツが取り付けられており、防音というよりは泥除け目的のように感じました。リアに回り込んできました。やはりこのリアフェンダー周りにくっきり入ったラインがいい味を出しています。真四角の形状ではなく、サイドに向かって膨らんでいることで、どっしり感が増しているように感じます。ここまでガチガチに SUV らしさを出すなら、カローラの名前は付けなくてもよかったように感じました。逆にカローラの名前を付けることで、この車のキャラクター性が誤解されてしまいそうです。マフラーのデザインは隠されるデザインとなっています。中途半端にフェイクを入れるぐらいなら隠しきってしまう方がいいかなと思いますので、このレベルで隠されていればマフラーが走行中に見えることはないかなと思います。テールランプに関しては、やはりグレードに関わらずウインカーは豆球でしたね。ここは購入したら LED に打ち替えたいところです。内装紹介、まずはトランク容量からです。SUV ということで高さ方向に余裕のあるラゲージとなっており、横方向もえぐられているため実用性が高そうなトランクとなっています。また、トランク側から後席を倒すことも可能であり、段差はありますが、さらに荷室を拡大することも可能です。動画を撮り忘れましたが、床下収納はほぼありませんでした。その他装備として、ハイブリッドにはオプションでアクセサリーコンセントも装着可能です。昨今日本の場合、災害がどの地域でも発生しているので、こちら装備しておきたいものですね。不満点は、どのグレードでもトノカバーが標準装備でないことですね。これがないと荷物が丸見えとなり、セキュリティ面としても良くないかなと思いますので、標準装備してほしいところです。このハンズフリーバックドアは Z グレードに標準装備、S グレード以上にメーカーオプションとなっています。続いて運転席に乗り込み、
運転席周りの内装紹介を行っていきます。まず、ドアの内張り関係です。カローラクロスの内装については、価格相応といった印象でした。カラーバリエーションの際に述べたように、内装が黒一色のため、外見と比較して地味であることと、ドアの内張りに関しても、手で触れるところ以外はハードプラが対応されているため、そこまで質感が高い印象ではなかったです。このグリップの部分も SUV らしいギア感の演出に一役買っていますが、RAV4 と違い、ラバー素材など使われておらず、プラスチック素材そのものであったため、質感としては劣ってしまう印象でした。この辺りに関しては、RAV4 の内外装紹介と合わせて見ていただけると幸いです。その下にはペットボトル入れとちょっとした小物入れがあります。ステアリング周りに関しては、その他のトヨタ車とデザイン及び機能として共通のものが装備されていました。左側にオーディオ及びメーター情報の切り替えスイッチ、右側にレーダークルーズ関連の操作スイッチとなっています。S グレード以上には7インチの液晶モニターが装備されており、G グレードでは 4.21 のモニターとなるため注意です。ステアリング右側のスイッチを操作することで、このように燃費やレーダークルーズコントロールの作動状況などを確認することができます。ステアリング右下にあるこのボタンを押すと、車の周囲の状況を確認できるパノラミックビューモニターが起動されます。このように普段では視覚になる領域をカバーしてくれます。SUV の場合、車高が高くなることで、車両足元に関しては視覚が大きくなってしまうと考えられるため、安全のために装着しておきたい装備となります。こちら S グレード以上にメーカーオプションとなっています。続いてディスプレイ周りです。S グレード以上では9インチのディスプレイがオプションで選択可能であり、通常は7インチのディスプレイとなっています。こちら9インチのディスプレイですが、存在感が結構あり、走行中に視界に被ってきそうですが、カローラクロスの場合、着座位置が高いので、その心配はなさそうです。その下にはエアコン関連のスイッチが独立して設置されており、ボタンも大きいので操作性はいい感じです。ただ、その他のカローラシリーズと共通の衣装のため、ピアノブラックのパーツとなっていますが、SUV ボディには少し合わないデザインに感じてしまいました。その下にはシートヒーターのスイッチがありますが、こちらは Z グレードのみの標準装備となっています。また、この展示車には置くだけ充電も装備されていました。こちらも Z グレードにのみ装備可能なオプションとなっています。その後ろに走行モード切り替えスイッチが設けられており、エコ、ノーマル、スポーツと切り替えが可能で、メーターのデザインがこのように変化していきますが、エコとノーマルの違いが分かりづらいですね。そして、その後ろにゲート式のシフトノブがあり、電動パーキングブレーキ関係のスイッチがあり、その後ろにペットボトルホルダーが2つあります。こちら特に底上げ機能などはなく、シンプルなものとなっていました。アームレストの深さはそこそこで、ティッシュボックスなどは入らなそうですね。シガースケットがこちらに備え付けられていました。グローブボックスも標準的な大きさで肝仕上げなどはされていませんでしたが、そこは致し方ないかなというふうに思います。シートに関しては Z グレードが本革とファブリックのコンビネーション、それ以外がファブリックのシートとなっています。質感としてはご覧の通り、ファブリック部分のシートがかなり柔らかく、体を支えるといった張り感のあるシートではなくて、包み込むといった印象のシートでした。これなら長距離移動も快適そうです。デザインもスポーティーでいい感じかなと思います。続いて後席周りの内装紹介です。SUV タイプのため、ドアの開口幅が広く、スムーズに乗り込むことが可能です。ドアの内装の質感としては全席同様であり、ハードプラ多めのため、質感としてはそこまで高くない印象です。足元スペースとしては身長170センチの私のドライビングポジションに合わせた状態で、足元スペースとしてはギリギリ足を組めないレベルでしたので、足元スペースとして必要な十分なスペースは確保されているかと思います。SE グレード以上にはリアのセンターアームレストが装備されています。ただ、シートの倒し方としては6対4の分割となっているため、真ん中だけ倒して長尺物を詰めるようにするといったバリエーションはできません。少し残念ですね。SUV に乗るユーザーの場合、スキーなどに出かける人も多いかと思いますので、需要はありそうな気がします。また、シートにはリクライニング機能が備えられており、動画でリクライニングありなしと比較していますが、この程度リクライニングが可能です。後席からの眺めはこのようになっていて、こ
この展示車両にはパノラマルーフがオプション装着されていました。こちら S グレード以上のオプション装備となりますが、ぜひ装備すべきかと思います。このパノラマルーフの開口面積がかなり広いので、後席まで十分光が届き、後席の快適性がかなり向上すると思います。ランドクルーザーの内外装紹介で不満点に挙げてしまったように、ランクルでもこのくらいの開口面積を確保してほしかったですね。改めて後席からの前景はこのようになっています。やはり内装だけを見ると SUV の車両に乗っている感はあまりなかったですね。良くも悪くも無難な内装となってしまっているので、外観が思いっきり SUV ライクに振っているので、内装も何らかの差別化が欲しかったところです。まとめです。今回の動画では、カローラクロスの内外装紹介をお届けしてきました。エクステリアに関しては、カローラの名を冠さずとも十分売れそうな典型的な SUV スタイルで、他のトヨタ車と共通性を持たしつつも力強い外観が印象的でした。また、一見ラインナップが被っているように思わしつつ、ボディのサイズ感で他車種との弱点を補完する関係となっており、この辺りの戦略がうまいなと感じてしまいました。インテリアに関しては、質感もそうですが、デザインをもう少し差別化してほしかったです。カローラシリーズと共通化されているため、使い勝手なのに不満点はないかと思いますが、SUV タイプの車両であるため、実用性に加えてもう少し遊び心が欲しかったところです。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。今後の動画作成のモチベーションにつながります。それではご視聴ありがとうございました。